こんにちは、ゆかりです。以前は好きな服を買うことが大好きでした。でも今は自然と手が伸びる服の方が私にとっては大切になりました。好きなはずなのになぜか手が伸びなくなる服がある。よく考えてみると、私が着なくなったのは着ると少し疲れてしまう服でした。今日はそんな服についてお話ししたいと思います。着るたびに気を使う服。以前は大切なものだから丁寧に扱おう、そう思っていました。白い服を着た日はお茶やコーヒーをこぼさないように気をつけたり、少しお高い服を着た日は引っかからないように気をつけたり、革のバッグを持った日は雨が降らないか気にしたり、もちろん大切に使うことは好きです。長く使うためのお手入れをすることも好き。でも着るたびに気を使う服を着ると、その日は一日中どこか頭の片隅で服のことを考えていました。服を着ているだけなのに気持ちまで引っ張られてしまう。そんな日が少しずつ増えていたんです。でもある日気づきました。私は服やバッグを気にするあまり、お出かけそのものを楽しめていないかもしれない。そう思ってからは、気づけば自然と手が伸びる服が変わっていました。下着やインナーを選ぶ服。以前はこの服にはこのインナーじゃないと透けてしまう、このトップスにはこのブラじゃないと形がきれいに見えない。そんな風に組み合わせを考えることもおしゃれの一つだと思っていました。でも朝の忙しい時間にインナーまで考えなければいけない服は少しずつ着る機会が減っていったんです。外に出てからも透けていないかな、見えていないかなとふと気になってしまうこともありました。着るまでのハードルが高い服は気づけば手が伸びなくなっていました。今は何も考えなくても着られる服を極力残しています。朝の迷わないが増えるだけで、思っていた以上に一日が心地よくなりました。洗えない服。以前は洗えない服でも気にせずに買っていました。クリーニングに出せばいい、手洗いすればいい、そう思っていたんです。でも今日は汗をかきそうだからやめておこう、汚れないように気をつけよう、帰ったらすぐお手入れしなきゃ、そんなことを考えながら着ていると、服を楽しむより服を気にする時間の方が増えていました。クリーニングに出すこともお手入れをすることも嫌だったわけではありません。でもその小さな手間や気遣いが積み重なると、気づけば今日はこっちにしようと気軽に着られる服ばかり結局選んでしまう。着た後まで気を使う服は自然と手が伸びなくなっていました。今は気軽に洗える服を選ぶことが増えました。汗を気にせず歩けること、帰ったらそのまま洗えること、お手入れのことを考える時間が減ると、暮らしの中の小さなノイズも減っていく。今の私にはそんな心地よさの方が大切でした。動きにくい服。以前はおしゃれだから、シルエットが好きだから、痩せて見えそうだから、そんな理由で選んでいた服もありました。
鏡の前で立っているといいかもと思えたんです。でも実際に一日過ごしてみると、腕を上げたり階段を上ったり長時間座ったり、暮らしの中では思っていたより動きにくいことがありました。ほんの小さな違和感でも一日中続くと少しずつ疲れになっていきます。一日が終わる頃には服を脱ぐとほっとする。そういう服は気づけば手が伸びなくなっていました。今は鏡の前で素敵に見える服より、動いている時に心地いい服、着ていることを忘れるくらい自然な服を選ぶことが増えました。服のことを気にせず一日を過ごせる。それだけで思っていた以上に心地よかったんです。特別すぎる服。以前は特別な日に着よう、もっと似合う日が来るかもしれない、そう思って大切にしまっていた服がたくさんありました。でも何年か経って久しぶりに袖を通してみると、なんだか前ほどしっくりこない。そのいつかを待っているうちに季節が過ぎて、少しずつ自分が求める服も変わっていたんだと思います。服にも一番似合う今があるのかもしれません。特別にしすぎることで一番似合う時間を逃してしまう。それは思っていた以上にもったいないことでした。だから今は特別な日を待つための服より、今日を心地よく過ごせる服を選びたい。そう思うようになってから、いつかのためのクローゼットではなく、今日を楽しむためのクローゼットになった気がします。最近は服もジュエリーも、物を選ぶ基準そのものが少し変わりました。特別な日にしまっておくものではなく、毎日の暮らしに寄り添ってくれるもの、気負わずに自然と手が伸びるもの。私にとって本当に大切なものはいつかのためにあるのではなく、今日のためにあるもの。最近はそう思うようになりました。